利根の私。1、星崎さんの話の済む間に、また3、4人の客が来たので、座敷はほとんどいっぱいになった。星崎さんを皮切りにして、これらの人々が代わる代わるに一席ずつの話をすることになったのであるから、全く階段の総じまいという形である。もちろんその中には紋切り型のものもあったが、何か特色のあるものだけを私は密かに筆記しておいたので、これから順々にそれを紹介したいと思う。しかし初対面の人が多いので、一度その名を聞かされただけでは、どの人が誰であったやらはっきりしないのもある。またその話の性質上、談話者の姓名を発表するのを遠慮しなければならないような場合もあるので、皮切りの星崎さんは格別、他の人々の姓名はすべて省略して、単に第二の男とか第三の女とかいうことにしておきたい。そこで第二の男は語る。享保の初年である。利根川の向こう岸、江戸の方角から言えば、奥州寄りの岸のほとりに一人の座頭が立っていた。坂東太郎という利根の大河もここは船渡しで、江戸時代には坊川の渡しと呼んでいた。奥州街道と日光街道との要所であるから、栗橋の宿には関所がある。その関所を過ぎて川を渡ると、向こう岸は古川の町で、土井家八万石の城下として昔から繁盛している。かの座頭はその古川の方面の岸に近く佇んでいるのであった。座頭が利根川の岸に立っている。ただそれだけのことならば格別の問題にもならないかもしれない。彼は年の頃30前後で、顔色の青黒い口の少し歪んだ痩せ型の中背の男で、夏でも冬でも浅木の頭巾をかぶって、わらじ履きの旅姿をしているのであるが、朝から晩までこの渡し場に立ち暮らしているばかりで、かつて渡ろうとはしない。相手が盲人であるから、船頭は渡し賃を取らずに渡してやろうと言っても、彼は寂しく笑いながら、黙ってかぶりを振るのである。それも1日や2日のことではなく、1年、2年、3年、雨風をいとわず、書簡を嫌わず、彼はいかなる日でも必ずこの渡し場にその痩せた姿を表すのであった。こうなると、船頭どもも見逃すわけにはいかない。一体何のために毎日ここへ出てくるのかとしばしば聞きただしたが、座頭はやっぱり寂しく笑っているばかりで、さらに要領を得るような返事を与えなかった。しかし彼の目的は自然に覚えられた。奥州や日光の方面から来る旅人は、ここから渡し船に乗っていく。江戸の方面から来る旅人は、栗橋から渡し船に乗り込んでここに着く。その乗り降りの旅人を座頭はいちいちに詮議しているのである。もし、この中に野村彦右衛門という人はおいでなされぬか。野村彦右衛門。侍らしい名字であるが、そういう人はかつて通り合わせないと見えて、どの人も皆答えずに行き過ぎてしまうのである。それでも座頭は毎日この渡し場に現れて、野村彦右衛門を訪ねている。それが前にも言う通り、幾年という長い月日の間、一日も欠かさないのであるから、誰でもその根気の良いのに驚かされずにいられなかった。座頭さんはなんでその人を訪ねるのだ？こうした質問も船頭どもからしばしば繰り返されたが、彼はただいつもの通り笑っているばかりで、決してその口を開こうとはしなかった。彼は元来無口の男らしく、毎日この渡し場に立ち暮らしていながら、顔は見えずとも声だけはもう聞き慣れているはずの船頭どもに対しても、かつて慣れ慣れしい言葉を出したことはなかった。こちらから何か話しかけても、彼は黙って笑うかうなずくかで、なるべく人との応答を避けているようにも見えるので、船頭どもも
後には慣れてしまって、彼に向かって声をかけるものもない。彼も結局それを幸せとしているらしく、毎日ただ一人で寂しく佇んでいるのであった。一体彼はどこに住んでどういう生活をしているのか、それもわからない。どこから出てきてどこへ帰るのか、わざわざその後をつけていったものもないので、誰にもよくわからなかった。ここの私は明けむつに始まって夕7つに終わる。彼はその間ここに立ち暮らして、私の泊まるのを合図にどこかへ消えるように立ち去ってしまうのである。朝から晩までこうしていても、別に弁当の用意をしてくるらしくも見えない。私小屋に寝起きをしている平助というじいさんがあまりに気の毒に思って、ある時大きい握り飯を2つこしらえてやると、その時ばかりは彼も大層喜んで、その一つをうまそうに食った。そうしてその礼だと言って一文銭を平助に出した。もとより礼をもらう了見もないので、平助はいらないと断ったが、彼は無理に押し付けていった。それが例となって、平助の小屋では毎日大きい握り飯を一つこしらえてやると、彼はきっと一文の銭を置いていく。いくら物価の安い時代でも、大きい握り飯一つの値が一文では引き合わないわけであるが、平助の方では盲人に対する一種の施しと心得て、毎日心よくその握り飯をこしらえてやるばかりでなく、湯も飲ませてやる。炉の火にも当たらせてやる。こうした親切が彼の胸にも染みたと見えて、他の者とはほとんど口を聞かない彼も、平助じいさんにだけは幾分か打ち解けて、暑さ寒さの挨拶をすることもあった。往来の激しい街道であるから、渡し船は幾艘も出る。しかし他の船頭どもは夕方から皆めいめいの家へ引き上げてしまって、この小屋に寝泊まりしているのは平助じいさんだけであるので、ある時彼は座頭に言った。お前さんはどこから来るのか知らないが、目の不自由な身で毎日行ったり来たりするのは難儀だろう。いっそこの小屋に泊まることにしたらどうだ？私の他には誰もいないのだから遠慮することはない。座頭はしばらく考えた後に、それではここに泊まらせてくれと言った。平助は独り者であるから、たとえ盲目でも話し相手のできたのを喜んで、その晩から自分の小屋に泊まらせて、できるだけの面倒を見てやることにした。こうして利根の川端の渡し小屋に、老いたる船頭と身元不明の盲人とが、雨の降る夜も風の吹く夜も一緒に寝起きをするようになって、二人の間はいよいよ打ち解けたわけであるが、とにかく無口の座頭はあまり多くは語らなかった。もちろん自分の来歴や目的については固く口を閉じていた。平助の方でも無理に聞き出そうともしなかった。強いてそれを詮議すれば、彼はきっとここを立ち去ってしまうであろうと察したからである。それでもただ一度、何かの夜話のついでに、平助は彼に聞いたことがあった。お前さんは敵討ちかえ？座頭はいつもの通りに寂しく笑ってかぶりを振った。その問題もそれぎりで消えてしまった。平助じいさんが彼を引き取ったのは、盲人に対する同情から出発していたにはそういなかったが、その他に幾分かの好奇心も忍んでいたので、彼は同宿者の行動に対して密かに注意の目を注いでいたが、別に変わったこともないようであった。座頭は朝から夕まで渡し場へ出て、うまず怠らずに野村彦右衛門の名を呼び続けていた。平助は毎晩一合の寝酒で正体もなく寝入ってしまうので、夜中のことはちっとも知らなかったが、ある夜更けにふと目を覚ますと、座頭は消えかかっている炉の火を頼りに何か太い針のようなものを一心に研いでいるようであったが、人一倍に勘のいいらしい彼は、平助が身動きしたのを早くも悟って、たちまちにその針のようなものを押し隠した。
その様子がただならないように見えたので、平助はそしらぬ顔をして再び眠ってしまったが、その夜半にかの盲人がそっと這い起きてきて、自分の寝ている上に乗りかかって、かの針のようなものを左の目に突き通すと見て夢が覚めた。そのうなされる声に座頭も目を覚まして探りながらに介抱してくれた。平助はその夢について何にも語らなかったが、その以来なんとなくかの座頭が恐ろしくなってきた。彼は何のために針のようなものを持っているのか。盲人の商売道具であるといえばそれまでであるが、あれほどに太い針を隠し持っているのは少しく不似合いのことである。あるいは偽目蔵で、実は盗賊の類ではないかなどと平助は疑った。いずれにしても彼を同粛させるのを平助は薄気味悪く思うようになったが、自分の方から進めて引き入れた以上、今更それを追い出すわけにもいかないので、まずそのままにしておくと。ある秋の宵である。この日は昼から薄寒い雨が降り続いて、私を超える人も少なかったが、暮れては全く人通りも絶えた。河原には水が増したらしく、そこらの石を打つ音が例よりも凄まじく響いた。小屋の前の川柳に降り注ぐ雨の音も寂しく聞こえて、慣れている平助もおのずとわびしい思いを誘い出されるような夜であった。肌寒いので炉の火を強く焚いて、平助は酔いから例の1合の酒をちびりちびりと飲み始めると、普段から下戸だと言っている座頭は黙って炉の前に座っていた。あ、座頭はやがて口の内で言った。それに驚かされて平助も思わず顔を上げると、小屋の外には何かピチャピチャいう音が雨の中に聞こえた。何かな、魚かな、と座頭は言った。そうだ、魚だ、と平助は立ち上がった。この雨で水が増えたので、何か大きいやつが跳ね上がったと見えるぞ。平助はそこにかけてある蓑を引っ掛けて、小さいすくい網を持って小屋を出ると、外には風混じりの雨が暗く降りしきっているので、いつもほどの水明かりも見えなかったが、その薄暗い岸の上に、一匹の大きい魚の跳ね回っているのがおぼろげに伺われた。ああ、スズキだ。こいつは大きいぞ。スズキは強い魚であることを知っているので、平助も用心して抑えにかかったが、魚は予想以上に大きく、どうしても3尺を超えているらしいので、小さい網では所詮すくうことはできそうもなかった。うっかりすると網を破られる恐れがあるので、彼は網を投げ捨ててその魚を抱こうとすると、魚は尾びれを振って自分の敵を力強く跳ね飛ばしたので、平助は濡れている草に滑って倒れた。その物音を聞きつけて座頭も表へ出てきたが、盲目の彼は暗い中を恐れるはずはなかった。彼は魚の跳ねる音を頼りに探り寄ったかと思うと、難なくそれを取り押さえてしまったので、盲人としてあまりに手際が良いと平助は少し不思議に思いながら、ともかくも大きい魚を小屋の内へ抱え込むと、それは果たしてスズキであった。スズキの目には右から左へかけて太い針が突き通されているのを見たときに、平助は何とはなしにぞっとした。魚は半死半生に弱っていた。針は魚の目に刺さっていますか、と座頭は聞いた。刺さっているよ、と平助は答えた。刺さりましたか。確かに目玉の真ん中に見えない目をむき出すようにして、座頭はにやりと笑ったので、平助はまたぞっとした。盲人は勘の良いものである。その中でもこの座頭は非常に勘の良いらしいことを平助も兼ねて承知していたが、今夜の手際を見せられて彼はいよいよ舌を巻いた。もとより盲人であるから暗いも明るいも頓着はあるまいが、それにしてもこの暗い雨の中で勢いよく跳ね回っている大きい魚を捕まえて手探りながらにその目の真っ只中を突き通したのは世の常の手だれでない。彼が人の目を忍んで研ぎ澄ましているあの針がこれほどの働きをするかと思うと幾度かうなされた。
とんだものを引きずり込んでしまった。平助は今更後悔したが、さりとて思い切って彼を追い出すほどの勇気もなかった。かえってその後は万事に気をつけて、そのご機嫌を取るように努めているくらいであった。座頭がこの渡し場に現れてから足掛け3年、平助の小屋に引き取られてから足掛け2年、合わせて丸4年ほどの月日が過ぎた後に、彼は春2月の初め頃から風の心地で患いついた。それは予感の強い年で、日光や赤城から朝夕に吹き下ろしてくる風が広い河原にただ一軒のこの小屋を吹き倒すかとも思われた。その寒いのも厭わずに、平助は古川の町まで薬を買いに行って病んでいる座頭に飲ませてやった。そんな体でありながら、座頭は杖にすがって渡し場へ出て行くことを怠らなかった。この寒いのに朝から晩まで吹きさらされていてはたまるまい。せめて病気の治るまでは休んでいてはどうだね。平助は見かねて注意したが、座頭はどうしても聞かなかった。日増しに痩せ衰えてくる体を一本の杖に危うく支えながら、彼は毎日とぼとぼと出て行ったが、その強情もとうとう続かなくなって、朝から晩まで小屋の中に倒れているようになった。それだから言わないことではない。まだ若いのに体を大事にしなさい。と平助じいさんは親切に看病してやったが、彼の病気はいよいよ重くなっていくらしかった。渡し場へ出られなくなってから、座頭は平助に頼んで、毎日1匹ずつの生きた魚を買ってきてもらった。冬から春にかけては、ここらの水も枯れて川魚も取れない。海に遠いところであるから、生きた海魚などはなおさら少ない。それでも平助は毎日探して歩いて、生きた鯉や船やうなぎなどを買ってくると、座頭は蚊の針を取り出して、1匹ずつその目を貫いて捨てた。殺してしまえば用はない。あとは勝手に煮るとも焼くともしてくれと言ったが、座頭の執念のこもっているようなその魚を平助はどうも食う気にはなれないので、いつもそれを目の前の川へ投げ込んでしまった。一日に一匹、生きた魚の目を突き潰しているばかりでなく、さらに平助を驚かしたのは、座頭がその魚を買う代金として5枚の小判を彼に渡したことである。昼飯に握り飯一つをもらっていた頃には、毎日1文ずつの代を支払っていたが、小屋に寝起きをするようになってからは、平助と一つ鍋で3度の飯を食っていながら、座頭は1文の金をも払わなくなった。もちろん平助の方でも催促しなかった。座頭は今になってそれを言い出して、お前さんにはたくさんの借りがある。ついては、私の生きている間はこの金で魚を買って、残った分は今までの食料として受け取ってくれと言った。足掛け2年の食料といったところで知れたものである。それに対して5枚の小判を渡されて、平助は肝を潰したが、ともかくもその言う通りに預かっておくと、座頭は半月ばかりの後にいよいよ弱り果てて、今日か明日かという奇特の容体になった。旧暦の2月、明日は彼岸の入りというのに、今年の春の寒さは身にこたえて、朝から吹き続けている赤城おろしは、昼過ぎから細かい雪さえも運び出してきた。時効外れの寒さが病人に触ることを恐れて、平助は例よりも炉の火を強く焚いた。私が止まって他の船頭どもは早々に引き上げてしまうと、春の日もやがて暮れかかって、雪はさの実にも降らないが、風はいよいよ強くなった。それが時々にゴーゴーと吠えるように吹き寄せてくると、古い小屋は地震のようにぐらぐらと揺れた。その小屋の隅に寝ている座頭は、弱い声で言った。風が吹きますね。毎日吹くので困るよ。と平助は炉の火で病人の薬を煎じながら言った。おまけに今日は少し雪が降る。どうも不純な陽気だから、お前さんなんぞはなおさら気をつけなければいけないぞ。ああ、雪が降りますか。雪が。
と座頭はため息をついた。気をつけるまでもなく、私はもうお別れです。そんな弱いことを言ってはいけない。もう少し持ちこたえれば、陽気もきっと春めいてくる。暖かにさえなれば、お前さんの体も自然に治るに決まっている。せいぜい今月いっぱいの辛抱だよ。いえ、何と言ってくだすっても、私の寿命はもう尽きています。所詮治るはずはありません。どういうご縁か、お前さんにはいろいろのお世話になりました。つきましては、私の死に際に少し聞いておいてもらいたいことがあるのですが。まあ待ちなさい。薬がもうできた時分だ。これを飲んでからゆっくり話しなさい。平助に薬を飲ませてもらって、座頭は風の音に耳を傾けた。雪はまだ降っていますか？降っているようだよ。と平助は戸の隙間から暗い表を覗きながら答えた。雪の降るたびに昔のことがひとしお身にしみて思い出されます。と座頭は静かに話し出した。今まで自分の名を言ったこともありませんでしたが、私は治兵衛と言って、以前は奥州筋のある藩中に若党奉公をしていたものです。私がここへ来たのは31の年で、それから足掛け5年、今年は35になりますが、今から13年前、私が22の春、やはり雪の降った寒い日に、この両方の目をなくしてしまったのです。私の主人は野村彦右衛門といって、その藩中でも180石取りの相当な侍で、その時は27歳。ご新造はお徳さんといって、私と同年の22でした。ご新造は器量自慢。いや、全く自慢してもいいぐらいの器量よしで、武家のご新造としてはちっと派手すぎるという評判でしたが、ご新造はそんなことに頓着なく、子供のないのを幸いにせいぜい派手に作っていました。その美しい女ぶりを一つ屋敷で朝に晩に見ているうちに、私にも抑えきれない煩悩が起こりました。相手は人妻、しかも主人。とてもどうにもならないことは分かりきっているのですが、それがどうしても思い切れないので、自分でも気がおかしくなったのではないかと思われるように、ただむやみにイライラして日を送っていると、忘れもしない正月の27日、この春は奥州に珍しく暖かい日が続いたのですが、前の晩から大雪が降り出して、たちまちに2尺ほども積もってしまいました。雪国ですから雪に驚くこともありません。ただそのままにしておいてもよいのですが、せめて縁先に近いところだけでも吐き寄せておこうと思って、私はほうきを持って庭へ出ると、ご新造はこの雪で持病の借気が起こったということで、六畳の居間でこたつに当たっていましたが、私のほうきの音を聞いて、縁先の雨戸を開けて、銅で積もると決まっているものをわざわざ吐くのは無駄だからやめろというのです。それだけならばよかったのですが、さぞ寒いだろう。ここへ来てこたつに当たれと言ってくれました。相手は冗談半分に言ったのでしょうが、それを聞いて私はむやみに嬉しくなりまして、体の雪を払いながら半分は夢中で縁側へ上がりました。灰のような雪が吹き込むので、すぐに雨戸を閉めて、こたつのそばへ入り込むと、ご新造は私の無作法に呆れたようにただ黙って眺めていました。全くその時には、私も気が違っていたのでしょう。死にかかっている座頭の口から、こんな色めいた話を聞かされて、平助じいさんも意外に思った。3、座頭はまた語り続けた。私はこの図を外してはならないと思って、普段から思っていることを一度にみんな言ってしまいました。家来に口説かれて、ご新造はいよいよ呆れたのかもしれません。やはり何にも言わずに座っているので、私はじれ込んでその手を捉えようとすると、ご新造は初めて声を立てました。その声を聞きつけて、他の者もかけてきて、
有無を言わさずに私を縛り上げて、庭の立ち木につないでしまいました。両手をくくられて、雪の中にさらされて、所詮我が命はないものと覚悟していると、やがて主人は城から下がってきました。主人は司祭を聞いて、私を軒先へ引き出させて、貴様のようなやつを成敗するのは刀の汚れだから許してやるが、さような不埒な了見を起こすというのも、筆境はその目が見えるからだ。今後再び心得違いをいたさぬように、貴様の目玉を潰してやると言って、小塚を抜いて私の両方の目を突き刺しました。今もその目から血の涙が流れ出すように、座頭は痩せた指で両方の目を押さえた。平助もこのむごたらしい仕置きに身震いして、自分の目にも刃物を刺されたように傷んできた。彼はため息をつきながら聞いた。それからどうしなすった？にわか飯にされて放逐されて、私は城下の親類の家へ引き渡されました。命には別状なく、傷の領事も済みましたが、にわか飯ではどうすることもできません。宇都宮に知り人があるので、そこへ頼って行ってあんまの弟子になりまして、それからまた江戸へ出て、ある検校の弟子になりました。22の春から31の年まで足掛け10年。その間に一日でも仇のことを忘れたことはありませんでした。仇は元の主人の野村彦右衛門。いっそ一思いに成敗するならば格別。こんなむごたらしい仕置きをして、人間一人を一生の不具者にしたかと思うと、どうしてもその仇を取らなければならない。と言って、相手は立派な侍で、武芸も人並み以上に優れていることを知っていますから、目の見えない私が仇を取るにはどうしたらよいか、いろいろ考え抜いた挙句に、思いついたのが針でした。宇都宮でも江戸でも針の稽古をしていましたから、その針の太いのをこしらえておいて、不意に飛びかかってその目玉をつく。そう決めてから暇さえあれば針で物をつく稽古をしていると、人の一心は恐ろしいもので、芝居には一本の松葉でさえも狙いを外さずに突き刺すようになりましたが、さて今度はその相手に近寄る手立てに困りました。彦右衛門は屋敷の用向きで、江戸と国元の間をたびたび往復することを知っていましたので、この渡し場に待っていて、船に乗るか、船から降りるか、そこを狙って本意を遂げようと、師匠の検校には、国へ帰ると言って暇をもらいまして、ここへ来ましてから足掛け5年、毎日根気よく渡し場へ出て行って、上り下りの旅人をいちいちに改めていましたが、野村とも彦右衛門ともいうものにどうしても出会わないうちに自分の命が終わることになりました。いや、こんなことは自分の胸一つに収めておけばよいのですが、誰かに一度は話しておきたいような気もしましたので、とんだ長話をしてしまいました。返す返すもお前さんにはお世話になりました。改めてお礼を申します。言うだけのことを言ってしまって、彼はにわかに疲労したらしく、そのまま横向きになって木枕に顔を押し付けた。平助も黙って自分の寝床に入った。夜半から雪も止み、風もだんだんに吹き止んで、この一軒家を驚かすものもなかった。利根の川水も凍ったように流れの音を立てなかった。河原の朝は早く明けて、平助はいつもの通りに目を覚ますと、病人は静かに眠っているらしかった。あまりに静かなので、少し不安に思って覗いてみると、座頭は蚊の針で自分の首筋をついていた。多年その道の修行を積んでいるので、彼は脈どころの急所を知っていたらしく、ただ一本の針でやすやすと死んでいるのであった。他の船頭どもに手伝ってもらって、平助は座頭の死骸を近所の寺へ葬った。もちろん蚊の針も一緒にうずめた。平助は正直者であるので、座頭が形見の小判5枚には手を触れず、すべて永代の回向料としてその寺に納めてしまった。それから6年、
かの座頭がこの渡し場に初めてその姿を現してから11年目の秋である。8月の末に林雨が降り続いたので、利根川は出水して沿岸の村々は皆浸された。平助の小屋も押し流された。それがために某川の船渡しは10日余りも止まっていたが、9月になって秋晴れの日が続いたので、ようやく船を出すことになると、両岸の栗橋と古川とに仕えていた上り下りの旅人は、川の開くのを待ちかねて先を争って一度に乗り出した。危ねえぞ、気をつけろよ。水はまだ本当に引いていねえのに、どの船もみんないっぱいだからな。平助じいさんは岸に立ってしきりに注意していると、古川の方から漕ぎ出した一艘の船は、まだ行く間も進まないうちに強い横波の煽りを受けて、あれという間に転覆した。平助の言う通り、水はまだ本当に引いていないので、船頭どもの他にも村々の若い者らが用心のために出張っていたので、それを見ると皆バラバラと飛び込んで、あわや溺れそうな人々を見当たり次第に救い出して元の岸へ担ぎ上げた。手当てを加えられて、どの人も皆正気に帰ったが、その中でただ一人の侍はどうしても生きなかった。身なりも卑しくない45、6の男で、2人の友を連れていた。友の者はいずれも無事で、その2人の口からかの溺死者の身の上が説明された。彼は奥州のある藩中の野村彦右衛門という侍で、6年以前から眼病にかかって、この頃ではほとんど盲目同様になった。江戸に眼科の名医があるというのを聞いて、主君へも届け済みの上で、その領事のために江戸へ登る途中、ここで図らずも災いにあったのである。盲目同様であるから、道中は籠に乗せられて、2人の家来に助けられてきたのであるが、この場合相当に睡蓮の心得もあるはずの彼が、どうして自分一人溺死したかと、家来も怪しむように語った。それとはまた少し違った意味で、平助じいさんは彼の死を怪しんだ。他の乗り合いがみんな救われた中で、野村彦右衛門という盲目の侍だけがどうして溺れ死んだか。それを思うと平助はまたにわかにぞっとした。彼は友の家来に向かって、この大方には奥様があるかと密かに聞くと、ご新造様は遠い昔にご離縁になったと答えた。いつの頃にどういうことで離縁になったのか、そこまでは平助も押して聞くわけにはいかなかった。旅先のことであるから、家来どもは主人の亡骸を火葬にして、遺骨を国元へ持ち帰ると言っていた。平助は近所の寺へ参って、かの座頭の墓に秋草の花を供えて帰った。